Che bismo maraju same, 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 che bismo maraju same。はい、こんにちは。イギリスは英流資源からお届けする復活のシンプルタロットさん、ソニックさんです。なぜかいつもうまくいく人がいます。同じ努力をしていても結果が全く違う人、チャンスをつかむ人、タイミングが合う人、そしてなぜか全てが噛み合わない人、世間は言います。努力だ、才能だ、行動だ。ですが本当にそれだけでしょうか。もし人生に成功するタイミングが存在するとしたら、そしてそのタイミングを知らないまま多くの人間が生きているとしたら、この番組ではジョーティッシュ、インド占星術というフレームを通して人生の出来事を構造として読み解いていきます。今回のテーマは、幸運な人はなぜ幸運なのか。それではゆっくりお楽しみください。その1、違和感。マイコーくんさ、なんすか先輩。前回の話なんだけど。運命の話っすね。そうそう、運命は半分決まってて半分選べるってやつ覚えてる？もちろんっす。でもさ、それなら気になることあるんだよな。なんすか先輩。さ、幸運な人っているじゃん？いますね。あからさまにいろいろ通っちゃうっていますよね。あの人たちってさ、努力してるから成功してるの？それとも運が良いだけ？先輩、それは人類最大の誤解っす。誤解？その2、世間ではさ、成功の理由って大体こう言うよね。努力、才能、行動力。そうっすね。あと最近は引き寄せとかポジティブ思考とかありますね。悪い話じゃないっす。つまり成功した人は努力した、行動した、考え方が良かった。世間はそう説明しますよね。でもさ、思うんだよね。はい、何ですか？成功者と同じくらい努力してる人って山ほどいるよね。いますね。それは間違いなくいます。でも結果は全然違うわけじゃん。その通り。その3、崩れる事実。ここで一つデータがあります。聞きたいですか？何？聞くに決まってんじゃん。開始何分で動画終わらせるつもりだよ。実はですね先輩、世界の成功者を調べるとある共通点があるんす。それって努力？違います。じゃあ才能かな？違います。じゃあ何？マジわかんねえぞ。成功者の共通点はタイミングっす。タイミング？例えば同じビジネスでも早すぎれば失敗、遅すぎても失敗。わかりますよね。確かにそうだよな。でもタイミングが合う人は同じことをしても成功するわけっす。なるほど、そりゃタイミングは重要だわ。つまり成功のかなりの部分はタイミングなんです。努力や才能よりそっちなんすよ先輩。その4、構造。でもさ、タイミングってぶっちゃけ運でしょ？と思われてます。でも違います。違うの？タイミングには構造があります。構造？人生には波があるんす。波？上がる時期、下がる時期あるでしょ？景気みたいな？そうっす。この波に逆らう人は苦労する。まあ逆らっちゃダメだよね。この波に乗る人は成功する。そこが大切。波に乗れと。その5、ジョーティッシュ見解その1。その波ってインド占星術でわかるの？わかります。マジで？知りたい。ジョーティッシュでは人生の波をダシャーで読みます。ダシャー、キビスムマラジュサメ、運気の周期、前回やったやつだ。そうっす。例えばある人は木星期から拡大、金星期から繁栄。いいじゃん。金星期とか結婚しちゃったりでしょ？でも別の人は土星期から試練、ケイトゥ期から手放し。それは大変。つうか今の俺
ずっとこれ俺？つまり同じ努力でも星の時間によって結果が変わるわけっす。うわー、生涯アゲアゲってないのかよ。その6、静かな恐怖。ここでちょっと怖い話っす。また怖いの？人生で一番危険なのは運が悪いことじゃないっす。どういうこと？一番危険なのはタイミングを知らないこと。どういうこと？タイミングって？例えば土星期ありますよね。試練の時期だっけ？この時期は拡大じゃなく整理の時期っす。わかります？まあそういう時期はあるよな。でも人は拡大しようとする。でもいつでも拡大したいじゃん。業績でも何でもさ。そうですね。でも整理の時期に拡大を試みるとどうなるか。失敗しちゃうわけ？壊れます。何それ？失敗と壊れるは全然違うぞ。本当に怖いし。先輩、今なんかカクカクしてませんでした？その7、ジョーティッシュ見解その2。じゃあさ、幸運な人って生理の時期には何してるの？幸運な人は特別なことはしてません。ただタイミングに逆らわない。どういうこと？それでいいわけ？努力と根性と熱血はいいですか？拡大の時期は動く、収穫の時期は整える。それだけです。なるほど。でも不安だぞそれ。つまり幸運とは運の波に合わせる能力、それだけです。それか。でもそれどうにかできるもんなの？その8、墨線ソニック流派。墨線のお時間です。ジョーティッシュは時間の科学です。打者の確認で今自分が動けるのかそれとも止まるのかを知ることができます。墨線は観測です。現時点を切り取って判断する学問です。一度踏みとどまってカードを通して観測することは人生を判断するという局面においてとても有効です。今回も占いの一部をお見せしますので墨線の世界をお楽しみください。今日は1886年にガソリンエンジンを用いた世界初の四輪自動車を開発したダイムラーが四輪自動車開発を始めるにあたってどのような心理だったかを6方向タロットで観測してみましょう。スプレッドは1つのための4つの36番、副業や創作活動を始めるタイミングになります。それでは行くぜ。復活のシンプルタロット3。まずそうですね、ダイムラー、湧き出す動機、やらずにはいられない。これはね、自分で仕事をですね立ち上げる時なんかもそんなもんですよ。もう潤沢な予算から物事始められる人なんてほとんどいません。ソニックさんもタロット&ザ・ソニックイギリスでやってますけど資本金ゼロです。本当に YouTube の視聴者の皆さんが、買ってくれたところから始まっています。はい、湧き出す動機ですね。やらずにはいられない。ダイムラーはどう考えていたか。バーン、これですね。無茶はできないので慎重に動く。しかも孤立状態なんです。応援してるあれですよ、後ろ盾なかったんでしょうねその状況で本人はどうするのか。もうね、バックアップはないけれど本人はこうしたかった。これです。孤立状態。何をしたいのかはわからない女性で孤立している。湧き出す動機なんかわかんないですよ。エンジン車作れるかわかんないそこから始まってるんですね、ダイムラー。そのまましか出ませんよ、ソニック流派皆さんもタロットソニック .com で先段具買えるんでよかったらチェックしてみてください。さあ、小さく始めるスペース、とにかくね、トライアンドエラーですよ。やるしかないんですよ、やる時っていうのは。ダイムラーどうだったか。やらずにはいられないの次で小さく始めるスペース、これです。今後に期待できないので距離を置く。もうスペースもですね、見捨てられてる状態ですね。でそこで本人はどうするのか。これです。リセット以外に方法なし。社会的な問題。もう始める場所もないんですよね。私知りませんよ、ダイムラーの伝記とか読んでないんで。ただカード展開からはもう本人はそう捉えてたやつしか思いませんよね。じゃああれですよね、外部の反応に触れたい欲、それはエンジン作って車作るんだから、反応欲しいはずなんですけどね。これが社会的に置かれている状況です。当時権力に逆らいたいが逆らえない。そこで本人はどうするのか。
あれですよ、もうダイムラー社、やがてのベンツにつながる。もうです。ドン。社会のルールから外れる。一般常識的には、ガソリンエンジン車、自動四輪。もうこれはもう全然社会のルールから外れてたんでしょうね。だから、バイクがまずできたんでしょ。で、その後に四輪でしょ。だけど、バイクで事足りてて、みんな四輪なんて目向けてなかったみたいな。まだ馬車が動いてた。そんなところですか。環境的な追い風。ね、なぜかこの話題が出る。誘いが増えた。四輪欲しいよね。もうそんな時代だったんでしょうかね。時代背景は分かりませんけど、こんな状況でした。プレッシャーを抱えながらなんとかやっていける仲間。一応そういう話は出てんですね。やっぱ欲しいよ。俺たち自分で運転できる馬車欲しいよ。馬じゃなくてさ。そんな感じみたいですよ。で、そこではね、ダイムラーはどういう風な気持ちでいたか、心を見るのがタロットです。入念な下調べが必要。そして孤立状態。とにかくもっと情報を集めないと形にできないんですよ。こんなところから始まってます。ね。まあやらずにはいられないサイン。始め時のサイン。始め時っていうか、ないない尽くしですよね。まあでもそれでもやりたかったんでしょうね。じゃあ物事どっから始まってるか。こっから始まってる。権力が立ちはだかる。どうなんでしょうね。だからソニックさんその時の時代背景が分かんないんですけど、まあいろいろ権力に逆らいたいが逆らえない。社会のルールがある。だから既存のルールがなんかすごく立ちはだかってますよね。まあなんかいろいろあるんじゃないですか。だからね。今現代社会でも言うじゃないですか、ね、化石燃料石油から切り替えるには既存権益の人たちがなんかね新しいエネルギーを阻止しようとしているとか、まあそんなことがあって、馬車の時代からね車の四輪自動車に切り替えるなんかエンジンを開発するいろいろ大変なこともあったのかもしれません。まあでもそこが一番気になったところですね。でもやるそんな気持ちで、彼らは、ダイムラーはなんかエンジン開発で車をなんか作ったみたいですよ。はい、このコーナーは、時間的な都合上短くなってしまうんですけど、毎週水曜日ソニックドラゴルゴというチャンネルで占いのライブ配信をやっているので、そちらによかったら遊びに来てください。ソニックさんの、僕選占い三昧はそちらの方で楽しめます。というわけで、よしアニメに戻るぜ。その9、確信未来。つまりさ、幸運な人って運が良い人なんじゃない？タイミングなんて運の良さでしかクリアできなさそうじゃん。違います。幸運な人イコール運が良い人ではありません。どういうこと？幸運な人は運を理解している人。でも理解してる人っているの？人生は努力のゲームじゃないっす。タイミングのゲームなんす。なるほどな。幸運はタイミングだけを意識しろと。そして次回あるの？次回はこれを話します。何？教えて。努力は本当に意味があるのか。それやばいテーマだな。救いあるのか？努力は人を成功させるのか、それとも人を壊すのか。壊すのかーい。あなたはどう思いますか？コメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you! チャオ！バイ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 。タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、ホームページだよ。ソニックさんはちょうどこの動画を作っているタイミングで、ラーフサターン K2 の K2 期が終わりました。いやでもあれですよね、自分で一体自分は打者のどこの位置にいるのか意識すると結構なんかこうライフスタイル変わってくると思いますよ。皆さんも試してみてください。